皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。エクスアストリスという新しいゲームの情報が出ており、個人的にとっても気になっています。なので皆さんと一緒に見ようということでこの動画を撮りました。気になる理由は簡単で、アークナイツの開発を担当しているハイパーグリフが出しているからです。ハイパーグリフは1作目のアークナイツで大人気になりました。ここ数年で私も一番プレイしているゲームですね。こたびのエクスアストリスは2作目ということで注目されるのも当然ですね。ではまず PV を見てみましょう。それでは公式サイトからティザー PV を見てみましょう。ドクターならわかると思いますが、ハイパーグリフ社のスタイルはとにかくスタイリッシュの一言です。ゲーム本体はもちろん、キャラの他にも BGM や UI などにもこだわっています。そして毎回イベントの宣伝 PV やキャラの単曲も非常にかっこいいです。何を望む？あなたを葬り歴史となる。グラフィックと音楽に非常に力を入れているイメージですね。この PV を見る限り、エクスアストリスにもそのこだわりを受け継いでいますね。PV 見たけどなんかよくわからないっていう方のために、ゲームの基本設定を軽く紹介します。公式によると、人類が宇宙進出したけれども、やがて衰退した世界観みたいです。異星の文明や古代の遺跡など、SF が好きな要素が多いと言われています。ストーリーの流れとしては、ロードムービー形式で異星を探索して、その背後の物語を掘っていく感じですね。まあこの部分は感性によりますが、アークナイツが好きな方ならエクスアストリスはまず外れないだろうと思っています。私はこういうの好きなので PV だけでワクワクしています。続いてはゲームプレイの動画を見ましょう。エクスアストリス公式 YouTube チャンネルで、拝見しています。まだ開発中で、いわばプロトタイプですね。ベータ版と正式版の違いは結構あるんで、今後の進化には期待しています。今はロード画面ですかね。何かを探している感じでしょうか。いや、3D モデル、いいですね。この左下の方向ボタンが私は好きですね。こういうところにこだわるこそのハイパーグリフです。現像したら1枚ちょうだいね。こういう会話シーンもね、一つ一つ楽しんで見ていきたいですね。わかる。こうやって3D のキャラをこうぐるっとね、離して見てみたり、近くで見てみたりって絶対しちゃいますよね。キャラの動きもすごい自然にできてますね。モデルは今後もレベルアップするということで、こちらにも期待大です。見たところ探索の要素も多いですね。私はどちらかというと謎解きは苦手なんですが、こればかりは開発の優しさ頼りです。たとえ苦手でもこういうのやっていくうちにね、熟練度で変わっていくもんですから。ここ開発はね、ゲーム内で独自の文字を作っているっていうことですが、もう探すまでもなく出てきましたね。それでは続きを見ていきましょう。探索してギミックを作動させて足場を出す。謎解き要素ですかね。ジャンプ。これ落ちたらゲームオーバーとかになるとかなんかな。右だってね。アクション要素も楽しみつつっていうような感じでしょうか。
次は戦闘シーンなんですが、いきなりね、金髪の女の子の髪の色が青になりましたね。単性ベースということですが、空中連撃やカウンター要素も入れれるとのことです。スマホなんかでもね、単性やったらアクションが苦手な方でも落ち着いてやっていけそうですよね。今の時代で単性っていう人もいるかもしれませんが、私自身結構この単性のゲームで育ってきた人間でもあるので、この単性だからこそ策で勝った時の達成感ってまた良くないですか。前作はタワーディフェンスっていうこともあって、開発が設定する戦略の深さにはものすごい期待しています。それでは続きを。 UI 画面はやはりおしゃれですね。ちなみに私は今のところ金髪派です。いろいろとスキルを組み合わせる感じですね。まだちょっとわからないこと多いですが、いろいろ組み合わせているような感じ。切り替え。もうキャラチェンジもかっこいいですね。ちなみに、聞いたところ、パーティーにいられるキャラは3人なんかな、今のところ。で、今開発中のキャラは4人いるみたいです。これだけ長く追いかけてきて、ここでやめるのか。気をつけて、彼はここの人じゃない。ボス関係ない。的なものが出てきましたね。ちなみに初見の時、この黒髪がね、フードに見えてね、ドクターってなりました。ブレイク。これがガードって感じかな。ガードからのカウンターか。単性とはいえね、このコンボが決まった時はすごい気持ちいいですよね。空中コンボ。やっぱりガードカウンターみたいなのしてるな。ここでカットイン。かっこいいですね。これももっともっと進化していくでしょうから。味方だけじゃなくてボスにもカットイン。ここで終了ですね。私は初見じゃないんですが、もう続きが早く見たいですね。ゲームタイトル出てますけども、まだまだわからないことたくさんありますが、個人的にはとっても楽しみにしているタイトルです。ここで一つ、ゲームは買い切り制となっています。後続の DLC はあるかどうかまだわかりませんが、本体は買い切りのようです。今のご時世でガチャのないスマホゲームを出すハイパーグリフには敬意を表します。もちろんアークナイツのドクターとしても誇り高いです。最後にアークナイツの経験から言わせていただきます。ハイパーグリフは日本のオタク文化に馴染み深く、またゲームの売り上げで好きなバンドに曲を作ってもらうと揶揄されるほど愛がわかるクリエイターたちです。少しでも気になった方は楽曲だけでもぜひ聴いてみてください。コンテンツに程よい余白を残し、同人活動への優しさも伺えます。今回のエクスアストリスも早い段階で多言語で展開する方針を確立しており、海外展開には熱心です。ホームページ、Twitter と YouTube が作られているので説明欄に貼りました。興味のある方ぜひフォローしてみましょう。このチャンネルもアークナイツに次ぐ2作目としてエクスアストリスを注目していきます。今後ともよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。